こんにちは、まいです。今回は私が今まで当たり前のように持ち続けていたけれど意外となくても大丈夫だったもの10選をお伝えします。今の自分のライフスタイルに合わせて持たない選択をしたことでより快適に生活できるようになったと感じています。それでは行ってみましょう。一つ目に手放したものは体重計です。体重計を持っていた時は毎朝何気なく体重計に乗るのが習慣でした。食生活の見直しをしたり筋トレやヨガを始めてから体型の変化や体調が良くなっていくのを実感できるようになってきた反面、体の良い変化と体重計の数字が一致しないことに疑問を抱くようになりました。健康的な体を作るのに体重計に乗ることってそんなに重要なことじゃないかもと感じ、今では体重計を手放しています。体重計に乗るとやはり数字に一喜一憂してしまいます。健康的で自分の理想の体型に近づくためには体重計の数字よりも鏡に映る自分の姿や体調が良いということの方が重要です。今は体重を測るのは旅先の温泉や健康診断の時に乗るぐらいにしています。2つ目に手放したのは紙の本です。今は電子書籍の Kindle で本を読んでいます。電車の中や待ち時間などの隙間時間にも手軽に読むことができるし、本棚のような保管場所も必要ありません。私は Kindle Unlimited の読み放題を利用しているのですが、読み放題対象になっていない本は近くの図書館で借りています。昔は勉強しようと購入した看護系の参考書や雑誌なども時間があったら読み返すつもりのまま放置。結局読まず本棚もパンパンに溜まっていったので思い切って全部手放しました。紙の本と電子書籍はどっちにも良さがあり甲乙つけがたいのですが、電子書籍は気になった文章をコピペしてメモアプリに残せたり、ちょっとした移動中もスマホ一つで本を読むことができるのがいいなと感じています。3つ目に手放したものはヘアアイロンとヘアピンです。私はもともとヘアアレンジが上手ではありません。特に遅れ毛や前髪のセットも苦手なので、休みの日のちょっとそこまでのお買い物も友人と遊ぶ時もいつもだいたい一本結びです。仕事の日のお団子ヘアもヘアピンを使っても仕事中に緩んできてしまい留め直しが必要になったり、ヘアピンをあちらこちらに置きっぱなしでなくしてしまうことが多かったので、今はヘアゴムだけでお団子を作るようにしています。今まではヘアアイロンやヘアピンを使って毎朝四苦八苦しながらヘアセットをしていましたが、結局思い通りにいかなかったので、今ではヘアゴムやちょっとしたヘアアクセサリーだけでできる数少ないヘアアレンジを楽しんでいます。4つ目に手放したものは冠婚葬祭用の洋服やアイテムです。冠婚葬祭用の洋服や靴やバッグのように高額な割に使うか使わないかわからないものを持つことや、保管したりお手入れをするストレスが大きくなったので思い切って手放しました。必要になった時はレンタルサービスを利用しているのですが、今日明日でなければ注文通り洋服が自宅に届くので特に不便さを感じることはありませんでした。
毎回5000円程度のコストはかかりますが、保管するストレスやクリーニングにかけるコストや手間を省けたり、体型や季節に合わせて洋服をレンタルできることのメリットを天秤にかけたとき、私は持たないという選択の方が快適だと感じています。5つ目の手放したものは紙の取扱説明書です。保証書と一体化している取扱説明書が多いので、今までは全部ファイリングして保管していましたが、かさばる上に整理もしにくくストレスを抱えていました。今は紙の取扱説明書は全部手放し、トリセツというアプリで管理するようにしました。型番を入力するだけで家中の家電製品の取扱説明書を管理できます。取説に説明書がない場合はネットで閲覧できるか確認し、ネットにもなければデジタルスキャンをして手放します。取扱説明書に保証書がくっついているものは切り離して、期限切れが一目でわかるようにいつまで保管しておくかだけ書いて保管しています。6つ目に手放したものは卒業アルバムと写真です。規格外の大きいアルバムの保管場所に宿泊したり、写真で現像しても整理するのが億劫だったりと、楽しい思い出のはずなのにモヤモヤした気持ちを抱いていました。見返すことが少ない写真の保管はデータの方が快適だったため、アルバムや写真はスキャンでデジタル化し、写真は Amazon フォトに、動画はハードディスクに保管しています。なんとなく手放してはいけないものだと思っていたのですが、実際にデジタル化して整理できたことで、私の中では何か吹っ切れたものがあるように感じ、とても気持ちがすっきりしました。7つ目に手放したものは芳香剤です。ミシェルがいるのでリビングには置かないようにしているのですが、生活臭が気になる玄関やトイレには匂いでごまかすために消臭剤を置いていました。特にトイレはいい匂いがするだけで清潔感を感じられたり、次の人への配慮にもなるかなと感じることもあります。ただ、芳香剤は消耗品であり、ランニングコストやストック管理の手間がかかってきます。この小さな手間も本当に自分たちに必要なことなのか話し合った結果、大切なのは匂いでごまかすより匂いの元を断つことだと考え、きれいを保てるよう掃除習慣を見直しました。今ではごまかすためではなく、リラックスするために寝る前に寝室でアロマを使い、匂いを楽しむことができるようになりました。8つ目に手放したものは夏布団です。私の家には冬用の毛布とヒートテック毛布の2枚があります。夏の寝苦しい夜にヒートテック毛布は暑苦しく、ただ何もかけないのも心もとない。そんな時にひらめいたのが、布団カバーを夏掛け布団代わりにしてみようという発想でした。ひと夏これで過ごしてみましたが、私は何の不自由なく快眠できています。欲を言うと、もう少し肌触りが柔らかい掛け布団カバーの方が快適に眠れると感じました。9個目に手放したものは洋服ダンスです。たくさんの洋服を収納できるタンスを今までは2つ持っていました。2つのタンスに自分の洋服をぎっしり詰め込んでいたのですが、クローゼットの整理整頓をして第1群だけを残したらこれだけになりました。洋服の数を少なくしたことで、タンスを持たなくても備え付けのポールにハンガーで引っ掛けるだけで収納できるようになりました。
ハンガーにかける収納にしたことで畳む手間を省けて、何がどこにあるかも一目で把握できるので、洋服の出し入れがとても楽に感じています。洋服自体が減ったので、タンスに畳んでしまうよりハンガーにかけた方が畳みじわも残らず、通気性もよく管理がしやすいなと感じています。最後、10個目に手放したものはスーツケースです。以前は大荷物を持って旅行に出かけていたので、重くてもコロコロできるスーツケースを使っていました。ただ、頻繁に使うものではなく、収納場所も取るため、できたら手放したいなと感じていたものでもありました。最近では2泊3日の旅行もリュック一つで行けるようになり、荷物を軽量化することができました。リュック一つに荷物をまとめられた方が身軽で移動もしやすかったため、スーツケースを手放し、収納していたクローゼットもすっきりさせることができました。以上が意外となくても大丈夫だったもの10選でした。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。